J-Wave アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人に聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕角野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。昨日11月29日は角野隼人ピアノリサイタルクラシックアリーナを K アリーナ横浜で開催いたしました。自身最大規模のリサイタルということで約19,000人の方にご来場いただきました。会場にお越しいただいた皆さん、中継でご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました。そして今日は K アリーナのリサイタルに演出で参加いただいたこちらの方をお迎えしました。アーティスト、プログラマー、コンポーザーの真鍋大斗さんです。こんにちは。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。この収録は時点ではまだリサイタル前でして、今日、はい、一緒にリハーサルでいろいろ細かいところを詰めた後でして、はい、絶賛リハ、どうなるかという、ね、ドキドキのところで、はい、なんですが、お願いします。はい、真鍋さんは普段はどんな活動されても、本当にそうそうたる方々といろんなコラボされてますけど、ちょっといろいろやってるんですけど、音楽に関する活動でいうと、ピアノでいうと坂本龍一さんと、はい、お仕事してたことがあって、でその時もやっぱりそのピアノの演奏をどうやって映像にするかみたいなことを、はい、やってましたって。ミュージシャンでいうと、もちろん日本だと Perfume の、演出のお手伝いとか、はい、サカナクションとかの、はい、映像演出のお手伝いとかやったりですね。本当いろいろな海外の方でも、海外の方と、ビョークだったりスクエアプッシャーっていうロンドンの実験系の人とか、大好きです。はい。で僕はなんか割と自分でソロでライブをやったり、ダンス公演で自分がディレクターで先に作ったりもするんですけど、ミュージシャンの方とやるときは、ミュージシャンの方はどういうことを表現したいかっていうのを聞いて、それを形にするっていうようなことをやっているって感じですかね。はい。1年前ぐらいでしたっけ、真鍋さんのラジオにそうですね、呼んでいただいて、はい、それで少し後に飲みに行かせてもらって、それで僕が、こういうリサイタルがあるんですけど、こういうことを考えていてっていうことをお話ししたら、快諾いただいて、はい、ぜひぜひという感じ、そうですね。だからもう結構その時からは時間が経ってますけど。そうですよね。で僕はもともとその YouTube で活動とかねされる、ツイッターというか、そうツイッターでフォローいただいたのはなんかそのぐらいだった記憶がありますけど、それぐらいでしたかね。はい。でももうあれよあれよっていう間にもう世界的なアーティストに、でもそれをずっと眺めてたので、今回の話いただいた時にぜひって、思ったっていう感じですね。いや本当に、嬉しいです、ありがとうございます。で今回大きなコンセプトとして、僕がピアノで弾いたものがリアルタイムでビジュアライズされるというか、視覚でも楽しんでもらえるような、またはその音楽の構造がより視覚からも分かるようなことをやりたいんですみたいなことをお願いして、だからその事前に映像を作るというわけではなくて、これはリアルタイムでの反応なわけですから、多分難しい部分もなんかいろいろお願いしてしまったのではないかと思ってますが、例えばマイクだけでピアノの演奏の入力を受信するってなると、できることも結構限られるんですけど、今回ミディのデータ、その鍵盤のデータ、鍵盤演奏してるデータとペダルを踏んでるデータも受信してるので、そうですね。それを使ってただ反応するだけじゃなくて、特に今回はそのバッハの曲なんかは、構造があるので、それをうまく映像、可視化したいっていう、お題があったので、
だから単純にそのミディのデータが来て反応するだけだと、まあ、はい、面白くないっていうわけじゃないんですけど、まあそれ以上のことが必要だなっていうのがあって、はい、たくさん勉強しながらやったっていう感じですかね。はい、特にバッハの曲なんかは、はい、もちろん知ってる曲もありますけど、はい、まあ、その構造をかなり厳密に、はい、可視化するっていうしようとしたところもあって、はい、まあ苦戦もしたけど、面白いなっていうのをね、なんか改めて思いましたね。うん、でそれは真鍋さんにとっても初の試みだった部分が結構ありましたか？そうですね。例えば、まあ今までやったものも基本的にはそんなに構造を可視化するっていうよりは、まあいわゆる演出として映像をつけてたものが多かったんですけど、はい、まあ、あとやっぱ住野くんってそういう、まあ、理系文系っていう言い方あれですけど、まあ、要はその、うん、データ解析とかそのデータサイエンスみたいなことにも精通してるじゃないですか。だから、まあ、ごまかしが効かないよねっていう話をみんなとよくしてて、はい、でやっぱりそのフィードバック、まあ、こういう演出って、まあ、こういうものを作ったんですけどどうですかって言って、はい、まあ、反応をもらって、まあ、やり取りして、はい、どんどんよくしていくんですけど、はい、やっぱりねものすごく的確で僕のチーム、まあ、僕一人じゃなくて今回、まあ、10人ぐらいのチームでやってるんですけど、はいはい、一番最初のリハの時もみんなびっくりしてましたね。そうです。鋭いって言ってどんなこと言いましたか？いやなんかねやっぱりねすごい的確なんです。例えば、はい、なんでこれは炎上に出てるんですかとか、うん、なんでこれはこういう色を使ってるんですかっていうのが、うん、やっぱりもちろん音程を例えば低い時は赤で高い時は青に近づくみたいな、まあ、じゃあ虹色みたいにするとか、はいはい、あと音程が低い時は下の位置に出るとか、まあ、いろんなルールがあると思うんですけど、まあいろんなことがありますね。そうルールをつけて映像化してるんですけど、やっぱその仕組み自体に住野がすごく興味があるというか気になると思うんですよね。気になります。気になりますよね。でちゃんと的確な指摘がまあ来るので、ごめんなさいここはまだちょっとランダムでやってましたみたいなこととかも結構バシバシ鋭いコメントがいただけたので、みんな時に背筋がピンとなったと思います、はい、本当ですか？いやでもなんか単純に好奇心というところもありますね。そうだから多分もちろんどういう映像にしたいっていうリクエストもたくさんある、はい、まあそれは要はなんか自分がイメージしてる、まあ、感性というかこの演奏でこういう風景を、はい、思い描いているとかこういう場所で演奏しているようなイメージがありますっていうのもあるし、はい、あと一方でこの演奏はこういう風に例えばピアノの演奏って普通に可視化しようと思ったら横並びにして、はい、ピアノと同じような並びにすればいいと思うんですけど、まあそれだともちろんバリエーションが出ないので、まあいろんな方法で、まあ円状にしたり球状にしたり、まあ三角形にしたりみたいな、はいね、いろんな手法をやるんですけど、はい、やっぱもうちょっと複雑な解析をして、はい、位置をなんかちょっとバラバラに散りばめるみたいな、はい、まあそういう機械学習をね使った手法なんかも、やっぱ住野君はそれを理解できるので、うん、なんかそこがやっぱりすごいしハイブリッドだなっていうのを思ってビクビクしながらいやでも散りばめるっていう機械学習で散りばめる方法があったのかって僕も言われてなるほどと思ったんで、そんなアイデアは多分僕も言われなければ思いつかなかったというか、それはだからね映像すごいなと思いました。ありがとうございます。でも映像にするって言っても本当にねいろんな手法があるし、やっぱそこで、まあ、今回で言うと事前に演奏のデータをもらって、はい、まあ、それをそのまま出すわけじゃないんですけど、それを使ってじゃあこの曲だと
この音が一番よく使われてるぞとか、この音はなんか定期的に出てるぞみたいなことが、まあ、事前に分析してわかるので、まあそれでその特徴を使って、まあ映像に変換するとか、まあなんかそういうのをね、結構今回、今までだとここまでチャレンジしてなかったんですけど、まあかなり、いろんな分析とか解析っていうのを、プログラムを使って、やれたので、まあすごく面白かったし、チャレンジングだったなと思いますね。はい。まあまだ終わってないですけど。終わってないんですよね。まだ、そうなんです。収録中はまだ終わってないんですが、どうなるかというところで。そうですね。はい。それではここで一曲お届けします。K アリーナでも演奏いたしました。ポストリュード、雨だれ。これは有名なショパンの雨だれのプレリュードを元にした曲ですけれども、これは真鍋さんに最初にリクエストしたのが、雨上がりの教会でなんとなく即興している時に思い浮かんだ、ところから始まっているので、その教会的な、そして雨上がりの光が差し込んでくるような、こう雰囲気を出したいみたいなことを。そうでしたね。はい。
でそれでその、音に光が反応するみたいな映像を作ってくださった、そうですね。これはだから結構具体的な全体の中では割と、今回の唯一具体的ですよね。そうですね。他は結構抽象的な絵というかビジュアルが多い中で。そうですね。だからこれもその話を聞いてからもう方向転換して制作するツールも変えたんですけど、はい。雨上がりの、光とその水の反射の美しさみたいなことを、単に表現するだけじゃなくて、その演奏ので、特にこれずっとレの音が、一定の間隔で、同じ音がずっとこう、四分音符で続いていく。なっているので、その感覚に合わせてちょっと変化するような、だからそのずっと、途中なくなって他の音になったりもするんですけど、それもそれで使えるなと思って、なんでそのレの音のそのパルス、感覚を使って、直接反応して変わるものもあるし、そのパルスの感覚で変化するようなパラメーターみたいなのを作って、なんでそうこれだから事前に全部作り込んだ映像だとそういうこともしなくていいんですけど、その日のコンディションによってももちろん若干、そのパルスの音の感覚とかも変わると思う。それもうまく活かせるようにっていうので、光だったり、その水の波紋だったり、あと霧だったり、そういったものに、演奏のデータを、直接的に反応させるものと、なんとなく、速くなったり遅くなったりみたいな、そうですね、いろんな値にアサインをして演出を作るっていうようなことをやって、すごく美しい、シーンになる予定です。楽しみですね。楽しみというか、もうオンエアの時は無事終わってるといいですね。終わってるといいですけれども。ちょっとチャレンジしすぎてるかもしれません。いや。大丈夫だと思います。はい。そろそろお時間となってしまったのですが、真鍋さんから何かお知らせありますか？そうですね。12月の6日に大阪の VS っていう安藤忠雄さんが監修した美術館アートセンターで、自分の音と映像のライブがあるんですけど、年内はでもそれとあとタイでちょっとワンダフルーツフェスティバルっていうフェスでちょっと DJ やるぐらいですかね。あとは本当、幅広いですね、活動が。いや、もうそれが我々はもうウィニングラン状態に入れるかなと。ウィニングラン。思っています。真鍋大地さんには来週も登場いただいていろいろお話聞かせていただきます。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。最後にお知らせです。来年1月21日にニューアルバムショパンオービットをリリースします。そして全国ツアー2026ショパンオービット2月1日からスタートとなります。詳しくはオフィシャルサイトをチェックいただけたらと思います。東京建物ミュージックザスフィアスではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。Across the Sky のウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。